はい、じゃあ今度は、動物お猿さんの特徴を紹介していきます。まず全体的なお猿さんの特徴、大切なのは遠い未来より目の前の今日、今を一生懸命生きる短期決戦型。特徴として乗せられると弱いと、小銭が絡むと頑張ってしまう。お金が絡むとってことかな。で、短期決戦には強いが長期戦には弱い。で、手足も器用。で、堅苦しい雰囲気は苦手で、落ち着きがなくじっとしていられない。で、何でもゲーム感覚で頑張る。で、信じやすく騙されやすい。猿なのでバナナが好き。本当かな。お菓子も大好き。お菓子はでもみんな大好きだと思うけどね。で、話すときは相手の目をじっと見る。攻撃されるとムキになる。エンジョイするために生きている。だからこういう特徴があるからちょっとお猿ってなったんだろうね。基本性格。明るく元気なみんなの人気者。愛嬌ある素直な性格で、気取ったところもなく誰とでも、ざっくばらんに付き合えるのが最大の魅力ですと、お猿さん。で、相手の顔色や本音を見抜く天性の素質を持っているので、細かなところまでよく気がつきますと。人生は楽しんだもん勝ちだと信じていて、勉強も恋愛も仕事もゲーム感覚でエンジョイする。で、人に褒められたいから頑張るという無機質な一面もあると。で、細部まで見落とさない観察眼の見る目があるってことかなと、飲み込みの速さが光る器用な人。効率的に仕事を進めることができ、詳細もあります。で、気さくな人柄で場を和ませるのも得意で、組織でありがたがれるタイプと言えるでしょう。で、勝つまで諦めないという目標達成能力も見事で、特に短期的な集中力は誰にも負けませんと。短いスパンで戦うのには能力が長けているってことなんですね。で、しかし長期戦になるとバッテリーが切れてモチベーションがダウンしてしまう。で、今日を生きることに命を燃やしているので、先のことを考えるのは苦手で、長期的に掘り下げていく仕事より短い期間で集中的にエネルギーを放出して結果を出すような仕事が向いていますと。老若男女問わず、これ言いにくいよね。老若男女お菓子には目があります。やっぱお菓子好きなんだな。で、高価なスイーツよりも、コンビニに売っているような、その安価なお菓子が好きと。お猿の攻略法。話をするときは目をじっと見つめて、長い話は禁物です。で、要件は一言で端的に伝えましょうと。遠回りな言い方、回りくどかったりとかかな。言い方はやめて、ざっくばらんな本音トークを基本的にしましょうと。起承転結をはっきりさせないと猿には伝わりません。で、気軽なプレゼント攻撃は一応効果的と。気軽なプレゼント、コーヒー買ってきたよとか、チョコレート買ってきたよとかそんなやつが結構喜ばれるのかもしれない。で、仕事面、楽しみながら仕事をする野心家、期限付きの目標設定で闘志を燃やす。で、要領よく仕事を進めることができて、理解力にも優れた器用なタイプで、仕事への取り組み方も真面目です。で、自分が興味のある分野やワクワクするようなプロジェクトでは抜群の成果を上げるでしょう。で、また競争心旺盛で負けず嫌いなので、ノルマがある営業職のような仕事では、ライバルを蹴散らして一番を目指すようなパワフルさを見せますと。で、長期的にコツコツ取り組むような仕事よりは、短期決戦でエネルギーを一気に放出するような仕事で輝く。で、また自分が楽しめるかどうかが重要なので、単調だと感じる仕事や作業ではせっかくの能力を発揮しきれません。で、忙しく動き回る仕事が向いていると言えますと。で、結果が出たら、昇給や手当でしっかり評価してもらえるとさらにやる気アップなので、ちょっと適職的なところを見ると、プロゲーマー、YouTuber も入ってるんだ。YouTuber、お猿さん YouTuber 向いてるらしいですよ。で、歯科医師、歯科技工士、ゴルファー、イラストレーター、
芸人さん、ミュージシャン、ドライバー、役者、ネイリスト、寿司職人、これ統計学が出てたような、割り当てられたところだと思うんだけど、向いてますよってことらしいです。健康面について、ストレス指数は低めだが実績を積んで自己肯定を、常に前向きに物事を捉えているので、他のキャラクターに比べてストレスの指数は低めと。ただちょっと神経質で小心者のところがある。で、自信のなさは経験を積むことでフォローできるので、焦らず地道な努力をと。で、また人から褒められることが原動力ですが、人が見ていなくても努力する自分軸を身につけることで、自己肯定感が上がって、それが不安やストレスを軽減することができるでしょう。で、サレの人は家でゴロゴロしているのが苦手で、常に動き回っているため運動不足になることもありませんと。なので趣味もゴルフ、テニス、スキーなど健康的なものを好む人が多くて、比較的体は丈夫。ただ風邪をひいたり熱を出したりすることは多いので、薬はいつも持ち歩いておくと安心ですと。思い当たりますか、この辺。思い当たることがあったらコメントとかも書いてほしいなと思います。恋愛面、明るい和ませムードを持つ人で、今この瞬間を楽しむ声が理想。楽しいことが大好きなお猿さんは恋愛にも意欲的で、優しくて、周囲を喜ばせる人気者なので、猿に恋する人にとっては常にライバルが多数ですと。ただ当人はドロドロした恋愛や逆恨みされるような恋愛には全く興味がない。で、摩擦のないロマンティックな恋を夢見ていますと。で、後腐れのない一度限りの夜遊びにも、積極的なタイプが多いかもしれません。これワンナイトラブってことだよね。らしいです。該当しますか。しかしながら内面は誠実で競争心が旺盛で、一度本気になるとのめり込んで相手に尽くしますと。で、彼が居心地よく感じるのはお互いに何でもはっきり言い合える関係性で、今を楽しみたいという気持ちが、根底にあるので、将来を約束させられるようなことを言われるとたちまち気持ちが慣れてしまいますと。今をできれば楽しみたい、現在のこの今の時間を楽しみたいっていう感じなんだろうね。で、エッチについて、男の人、真面目で恋人一筋の人と遊び人の両タイプがいますと。両タイプがいる。で、お互いに喜ばせ合うのを楽しみますということらしいです。で、女の人、軽いノリのタイプの人もいますが、多くは誠実派。ドラマのようなシチュエーションに憧れると。ちょっとロマンティックなこと好きなんだろうな。ロマンティックなことが好きなゆえに、ちょっとワンナイトラブになりやすいみたいな、ちょっとそういうところがあるんじゃないかなと。婚について、友達同士のような雰囲気のある、笑いとユーモアあふれる夫婦になれる。で、何においても楽しさが一番のお猿さんは、結婚生活で目指すのは明るい家庭を築くこと。で、いつまでも少年少女のような若々しい気持ちを持ちながら何でも話し合える友達同士のようなパートナーシップを理想としています。で、心を許せる相手と結婚すれば、笑いとユーモアの絶えない明るい家庭を築くことができるでしょうと。で、夫婦間で役割をちゃんときちんと決めて、お互い協力し合いながら日々の生活を育んでいきますと。で、家庭のために一生懸命働く誠実さもあるので、安定した生活を手に入れることもできるでしょう。金銭的にもしっかりしているので、貯蓄も着実に行っていきます。マイホームなどの夢があれば、早い段階で実現できることも多いでしょうと。で、相性の良いパートナーは自分の、頑張りを理解してくれる人で、自分の行為を、喜んで褒めてくれる人で、気配りができる誠実な人なら、安定した生活を送ることができるでしょうということですね。で、金銭について、小銭への愛着は天下一品、ゲーム感覚で運用も楽しめる。で、お金はまず大好きで、数字に強いので感情も得意ですと。
なぜか札束よりも小銭に目がなく、500円玉で50万円貯まる貯金箱などは大好物と。なるほどね。100円と120円の違いは敏感で、スーパーの特売チラシなどをくまなくチェックしたりしますが、1万円を超えるとたちまち金銭感覚が麻痺してしまう。旅行する、車を買う、家を建てるなど明確な目標があれば貯金にもモチベーションがかかります。貯金とかねにも興味がありと。でゲーム感覚で運用に取り組めば毎日の株価の変動などを楽しみながらチェックするでしょう。で基本的に気が小さいので、大博打みたいなことを打つことはなく、堅実な人生を歩みますと。でやり手なのでビジネスの場で引き立てられて、それが豊かさをもたらす可能性も大いにありますと。ただお金にはシビアなので、食事は割り勘が基本。ただっていうか特徴として、お金にはシビアだから食事は割り勘が基本だって。デートの時は人によっては嫌がられるのでほどほどにしましょうと。自分は結構割り勘派だったりしますね。自分はおしゃれじゃないけど。で自分ばっかり利益を得ようとするとそっぽを向かれてしまうかも。ポイント。人の悪口を言わざる聞かざる、感謝の気持ちが幸運を呼び込む。で基本的にポジティブでプラス思考なので、開運のチャンスをつかむ機会に恵まれています。で自分は自分、他人は他人と割り切っているため、他人の欠点や間違いにも寛容で、悪口や陰口など言わないところも彼の特徴ですと。長所です。あんまり人の、嫌なこと言わない。で後悔のない楽しい人生を送りたいと思っているので、その前向きな姿勢が思いがけない幸運を引き寄せる場面もたくさんありますと。でまた誰に対してもありがとうと言える素直な心の持ち主なので、多くの人から愛されるでしょう。でこの良好な人間関係こそが開運の鍵となりますので、身近な人たちを大切にしてくださいと。で特に両親への感謝の気持ちを常に忘れないようにすることで、幸運のスパイラルがどんどん来てくる。で人間関係、考え方の違う人は避けがちですが、自分と異なる価値観も理解するように心がけましょう。気を使いすぎるとストレスがたまり、お互い気まずくなってしまうのでほどほどにと。できれば頑張れるといいなってところは、目先の利害だけにとらわれず、時にはロングスパンで考えてと。今を考えやすいお猿さんだからね。目の前のことを着実にこなしていくことには長けているお猿さんなんですが、大きな視点、長期的な視点では物事を判断するという姿勢が不足しがちで、また気が小さく大胆に行動することが苦手なので、責任ある仕事や大きなプロジェクトを任されたり、プレッシャーに押しつぶされてしまいそうになることもあります。で勝ち負けにこだわり、目標を達成しようとする意欲が素晴らしい長所である反面、負けると向きになって感情的に相手を攻撃してしまうところもあるので、心の余裕を持つようにしましょう。またお金にシビアな面はケチと映ることもあるので、ほどほどにしましょう。長期的なスパンでおおらかに物事を見つめられるようになると、うまくいかないことも好転するはずですということですね。で今回お猿に関しては種類が6パターンあります。なので発表をしていきます。1、落ち着きのない猿。ピュアで明るく元気、太陽のように周りを照らす人気者。で子供のように、純真で明るい太陽のような性格で、周囲の人を虜にします。でスポーツ万能で理髪、集中力もあって勝負強いタイプです。でひらめいたアイデアをすぐ実行する行動力と、失敗してもめげないタフさも強みです。で感情が、素直に顔に出る、憎めないタイプで、喧嘩をしても後を引くことなくさっぱりじっとしていることが苦手なので、常に落ち着きなく動き回っています。で食べることにも目がなく、バナナはもちろんカレー、オムライスから唐揚げなども大好きですと。落ち着きのないお猿さん。2、大きな志を持った猿。好奇心と冒険心旺盛、壮大な野心、野望を持った旅人。猿の中で最も大胆な発想をしますと。お猿さんの中でもね。
で枠にはめられた生活を窮屈に感じて地位や名誉にも興味がない。で自分が打ち立てた野望に向かって熱心に取り込む努力家です。であらゆることをゲーム感覚で楽しんでいるうち、いつの間にかエキスパートになっていることでしょう。一方神経が細やかで真面目なため、人との付き合いではうまく自分を出せず疲れを感じてしまう面もあります。で自然や動物と触れ合っている時が一番生き生きとしています。海外とも深い縁がありますということで、3番どっしりとした猿で、ずば抜けた集中力とお金への意欲で活躍する現実主義者。決して冒険したい安定志向の現実主義者で、おおらかなタイプですが、一度野心を抱くと猛烈に意欲を燃やしてアグレッシブに努力します。何でも器用にこなして人を動かす能力も抜群です。で鋭い感と並外れた集中力で着実に成果を上げるので、サラリーマンでもその頭角を表すと。人間関係のコツを心得ているので、学校や職場の仲間からも厚い信頼を寄せられるでしょう。でやや勝ち気でプライドの高いところもありますが、世渡り上手で愛嬌もあるのでどこでも人気者。なんかこう世渡りうまく立ち回れるんだろうね、こういろんなことをね。4ね、気分屋の猿の中では競争心が薄いタイプ、シャイで穏やかな芸術家で、シャイでまずデリケート、争い事を嫌う平和主義者ですが、自分の意識はしっかり持っており迎合したりはしませんと。でとても豊かな感性を持っているので、人がびっくりするような発想をすることも多い。でアーティストタイプで、繊細なハートの持ち主で神経質なところもあり、人との付き合いでは穏やかに振る舞いながら適度な距離感をキープ。初対面では相手の出方を見る。で思い通りにならないと拗ねる子供っぽい一面もありますと。で周囲からは気分屋と思われてしまうこともありますということですね。気分屋の猿。5、尽くす猿。誰に対しても平等で貢献することを喜ぶ世話上手で、敏感に人の気持ちや状況を察知する心優しい世話上手。母性愛が深く、誰に対しても分け隔てなく親切に接します。表現力も豊かで、人の気をそらさない巧みな話術で周囲に引きつけるのも得意と。たくさんの仕事を一気にこなせる情報処理能力の高さも自慢で、中途半端嫌いなので何事にも全力で立ち向かっていきますが、その集中力が長く続かないのがたまに傷で、自分の感情をあまり表に出さないで、ストレスをためがちなので意欲的に一人の時間を持つと良いでしょうということです。尽くす猿。6です。守りの猿。保守的な態度で成果を出す稀有な才能持ち主。堅実で浮き沈みのない人生を好みますと。人当たりがよくそつなく人間関係を築きますが、実は熱い闘志を内に秘めた負けず嫌い。新しいものを生み出すより既存のものに付加価値をつけるなどして現状を守りながら成果に結びつける才能はピカイチ。問題処理能力も抜群で、動じることがなくテキパキと対応することができるでしょう。感情に流されない姿勢は老若男女から支持されますが、隠れたプライドの高さからつい背伸びをしてしまう一面ということですね。ちょっとプライドが高いというのが多いところもあったけど、なんかこう世渡り上手みたいなところがあるね、お猿さんって。以上がお猿さんの情報でした。はい、それではそれぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時にこう月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とかこう行動パターンとかこう分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のなんかパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、
そのなんかこう、まあ、変な意味じゃなくてね、そのなんかこの人はなんかこう話しててなんかこう相性いいけどこの人とはなんかうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。まあ、そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけどこの動物、まあ、例えば組織の中にいたらなんか相性悪いみたいな、なんかそんないろいろ実はあって、まあ、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、なのでまあ少しずつプラスしていくので、まあ、よかったらチャンネル登録、まあ、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、まあ、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、まあ、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回、まあ、占いとかもねまあ、動物占いこれ統計学みたいなところがあって、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、まあ、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、まあ、そこら辺もぜひ、まあ、ちょっと、まあ、なぜそれをしてみようかなって思ったのは、まあ、理由が、まあ、何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube ってなんか今んとこ男性ユーザーが 90% 主張を占めてるみたいで、まあ、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなと思うのが一つと、まあ、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、まあ、去年亡くなったんですけども、まあ、ちょっと別の動画と不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。なんかまあいろんなことあったんですよ。スピリチュアル的な霊感的な、ちょっとそういうの結構人よりそのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話も動画でしてるんで、それ見てもらうと分かるんですけども、まあ、そういう直感が結構あるので、まあ、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。まあ、それをちゃんとYouTube でできるように、まあ、コンテンツとして増やしていこうかなと思ってるんで、まあ、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味でも、まあ、前は別にそういうことする気なかったんですけど、まあ、シェア増やしていきたいしチャンネルも増やして登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。